プロシエの歴史9、シュマルカルデン戦争3、モーリスの野望。マグデブルクへ向かったモーリスは、自分の故郷ともいえる土地のルター派諸侯に合流し、フランスのアンリ2世とシャンボール条約を結びました。これでカール5世がフランスからの横やり対策として結んだクレピー条約は機能しなくなりました。アンリ2世はすかさずメッス、ベルダン、トゥールへと進行し、カール5世はたまらずインスブルックへ退却せざるを得ませんでした。このままドイツが内戦を続けていればオランダも奪われかねない。サラゴサ条約によって何とか道筋をつけた新世界問題もフランスとイングランドの実力行使に直面していました。カール5世はシュマルカルデン同盟との停戦を弟フェルディナンド1世に託しました。停戦の行方を追いかける前に、モーリスの行動はわからないことだらけです。一度、ミュールベルクの戦闘からパッサオの平和に至るモーリスの心情を想像してみようと思います。ここからは多分に想像でのお話になります。モーリスはルター派のままでカール5世軍に参加していました。カール5世はあまりモーリスを信用していなかったから、ミュールベルクの戦闘やマグデブルク制圧を利用して彼を試したのではないでしょうか。一方、モーリスもそれほどまでにはカール5世を信用していなかったと思います。カール5世が自分に求めているのは戦争のうまさだけだと感じていたのではないでしょうか。モーリスには本来はルター派としてカール5世、ハプスブルク家に対抗したい気持ちがあったのではないでしょうか。だったらなぜモーリスはミュールベルクの戦闘でシュマルカルデン同盟に銃口を向けたのかです。よく見た説は、ジョン・フレデリック・ザ・マグナニマスとモーリスの不仲説、険悪説、その類に属するものでした。同じウェッティン家でありながら、一方はザクセン選定校を引き継いだ、いわば日向のウェッティン家、アーネスト・ブン家だったのに対して、モーリスは日陰のウェッティン家、アルバート・ブン家の人間でした。そういった感情を持っていたとは思います。ただ、そんな感情だけで自分の親類を裏切るようなことができるでしょうか。モーリスは双心を抱きつつ、カール5世の信頼を勝ち得るためにミュールベルクの戦闘に参加したのではなかったか、この想像の上に想像を重ねていきます。ハプスブルク家とシュマルカルデン同盟の戦力を比較した場合、ハプスブルク家が優勢だったのははっきりしていました。だったらどうすればシュマルカルデン同盟はハプスブルク家に勝てるのか、モーリスが真っ先に考えたのはフランス対策だったと思います。ライン川西岸は対岸である東岸のドイツが守るには不利な場所でした。守るのに不利なライン川西岸をスパッとフランスへ渡し、ヘッセンとの軍事同盟を強化し、フランス防衛線を固める。その上でヘッセンプラスウェッティンプラスフランスでハプスブルク家のオーストリアへ攻め込む。モーリスにはこんな野望があったのかもしれません。故にモーリスはヘッセンのランドグレーブの娘を嫁にもらったし、自身がシュマルカルデン同盟の主導者となるや否や即座にフランスとシャンボール条約を結んだと想像します。カール5世がライン川西岸を欲したのは、その北オランダが欲しかったからだと思います。オランダの狭い土地が欲しかったわけではなく、ライン川河口は大西洋とバルト海の結節点、そこを確保したかったのだと思います。つまり、大航海時代が切り開いた新しい東回りインド貿易、新大陸貿易をハプスブルク家は独占したかったのだと思います。そのためにカール5世がかけた労力は並々ならぬものでした。ここまでの話をまとめて、停戦の行方に話を戻します。モーリスはライン川西岸をフランスへ渡し、ライン川を盾にしてヘッセンプラスモーリスの軍事力でフランス防衛を固めました。その上でウェッティンプラスヘッセンプラスフランス3軍連携してカール5世をインスブルックへ退却させました。カール5世は弟のフェルディナンド1世を使ってモーリスとの停戦を試みました。モーリスはフランスとの協力を一時的なものと考えていたと思います。
ハプスブルク家との停戦を早めるため、停戦条件をできるだけシュマルカルデン同盟にとって有利なものにするため、便宜上一時的にフランスの力を利用する。それがモーリスの戦略だったと想像します。つまり、両者ともに停戦を望んでいたわけです。パッサオの平和は実現しました。パッサオの平和の実際を確認しておきます。ルター派は神聖ローマ帝国内における正当な宗教として認められました。ジョン・フレデリック・ザ・マグナニマスとフィリップ・ザ・マグナニマスは釈放されました。ザクセン選定公はモーリスのままでした。神聖ローマ帝国はライン川西岸を失いました。注意したいのは、これらが仮決めのような状態だったことです。パッサオの平和は、形式上はモーリスとカール5世の弟、フェルディナンド1世が結んだ条約でした。パッサオの平和は、多分に停戦合意のような性格が強く、戦後処理についての正式承認は、アウグスブルクの平和を待たなければならなかったようです。仮決めや一時的な取り決め、その間にいくつか策略、謀略を巡らし、その結果次第で最終決断を下す。これはカール5世がよく用いた手法だったと思います。カール5世はライン川西岸を諦めていませんでした。パッサオの平和で一時的にモーリスの攻撃を食い止めることができました。ライン川西岸を取り戻すためにカール5世は動き出しました。今回は以上です。ありがとうございました。